ちは。今日はちょっと久しぶりに型紙作りでもやってみようかなと思います。というのはですね、ちょっとこれ木型があるんですけど、これこの前作ったんですよ。でこの木型はね、ちょっとどういうものかというと、誰の足にも合わせてないです。今僕が作れる一番美しい形状、靴ってこういう形だったらいいなっていうのを具現化したドリーム木型って呼んでるんですけど、今夢の木型だからちょっとね、今誰の足にも合わせることは想定してなくて、彫刻物として作ってみたんですけど、でも極端に細すぎて誰も履けないだろうみたいなとか、なんかそんな形状の足の人いるっていうような常軌を逸した形状ではなくて、パッと見は普通ですなんですけど、結構造形美を意識して作ってみたんですよ。木型の状態で見てもあんまり分かんないんですけど、少し、ロングノーズメラウンドとですね。でこの木型は実は、この前作った一筆書きの靴の木型、これなんですけど、これとねすごくよく似てるんですよ。こんな感じでかなり似てるんですけど、それはなぜかというと、この一筆書きの靴は結構僕の理想を詰め込んだ靴なんで、造形がね近いんですけど、よりここからブラッシュアップして作ってみました。でこれを使って型紙を作ります。ちょっと説明が長くなっちゃいましたけど、デザインは超スタンダードなストレートチップ黒ですねを作りたいなと思います。何の変哲もないものをね作りたいと思います。とその前に木型の底面をちょっと取っとかないとダメでした。底面はこんな感じにシートに写し取って、はい、というわけでね、一旦ちょっとデザインをね描いてみました。簡単になんですけど、超単純デザインですね。何の変哲もないストレートチップのパターンです。これにまた透明なこのシートを貼って、今描いたデザインとかね、木型のアウトラインとかを写していきます。こんな感じでね、半分だけ貼ってます。わかりますよね。こっち半分だけシートを貼ってデザインを写し取って、これを剥がします。型紙のねやり方いろいろあって、今回これ今回これでやってるんですけど、この前の一筆書きの靴と、あとサンダルは、別の型紙のやり方でちょっとやってみて、なんか現物合わせに近い感じの型紙の作り方でやってみたんですけど、全然ね問題はなかったです。ただ今言った2足ってちょっとね特殊なんですよね。形が普通の靴じゃないんで、その別のやり方でやってみたんですけど、普通のこういうストレートチップみたいな、普通の靴のデザインの場合はこのやり方だとね何も考えずにできるんですよ。形式に沿っていけば勝手に型紙が出来上がるんで、その点ね楽なんですよね。でこの僕がやってるやり方は新種靴を仕立てる三沢紀之さんの本ですけど、革靴の作り方が1から100まで詳しく載ってるんですけど、このやり方とほぼ同じです。で今透明シートで写したやつをね紙に貼り付けて、ちょっとねこの辺の点を打ってあるんですけど、木型にこの木型と型紙のここね、この点の距離をね合うようにこうやって切って貼って調整しました。このやり方ね自動的に型紙はねできるんですけど、いろいろねちょっと作業がねめんどくさくて、結構いろんな段階を踏まないとね形にできないところがね欠点ですね。このね描いた曲線をきれいにするのがこの曲線定規なんですけど、これのいい感じにね曲線が合うところを見つけて、そこで線を描くんですけど、大体ですねアバウトですね。イラストレーターとかでね型紙を作ればいいんでしょうけど、ちょっとそれができないんで、アナログでやってます。製図はね一応得意な方なんでこんな感じで曲線をきれいにしていきます。ここ点々見えるじゃないですか。これデザインの線を写し取ってあるんですけど、型紙をね一応便宜上なんですけど左右対称で作るんですよ。左右非対称で作ってもいいんですけど、
裂いた相性で作る時にここがねずれるんですよね。結構これが木型のこっち側で取った線で、こっちが木型のこっち側で取った線なんですよ。このズレをね修正するためにこのデザイン線をね修正しなきゃいけないっていうね、あんまりね詳しく説明しにくいんですけど、ここのデザインの長さをね測るんですよ、こうやって。でそれとこっちのデザインの長さをこうやって測ってこう合わせていくっていう作業をすると、この木型に描いたデザインの通りに割とね型紙が出来上がってくれるんですよね。だから実際ここに点線があるんですけど、無視してこう少しねラインを上げていく感じでやるといいんですよ。そんな感じのね型紙では工夫をしてます。それがこの型紙のやり方のいいところでもあり、めんどくさいところでもあるんですけどね。はい、できました。これが基本形です。これにアッパーとライニングの情報が全部詰まってるんで、これをなぞって型紙を作っていきます。これねまだ型紙じゃないんですよ。つま先がね簡単です。こうやって線に合わせてつま先のこのキャップの部分をなぞって、でこの真ん中の部分で折って、はい、できた。これつま先の型紙ですね。じゃあ次はクォーターいきます。クォーター、この羽からかかとにかけてのここのパーツを作ります。そしたら反対も裏返してなぞるかな。じゃ左右、内側と外側でこの履き口のね高さを変えてるんで、完全なる左右対称ではないんですよね。で次がねこのねバンプ部分なんですよ。この履きじわが入るところですね。これが重要ポイントで、こいつをしっかり作らないと釣り込みで変なになっちゃうんですよね。でどうやってやるかっていうと、なんかねこうやってくるくる回しながらいくんですよね。こういう風にこの基本形を回しながら、この型紙の矛盾点を少なくしていくっていうか、間違えた。これじゃなくて、ちょっと余計な線を写しちゃった気がする。いや、こんな感じか。だいたいこんな感じか。ちょっといらない線も写しちゃったんですけど。それでできたのがこの型紙なんですけど、これさっきのこうやってつま先はこうやってつきますね。でさっき作ったこのクォーターパーツ、これねここに合わせると、ここがねのりしろなんですけど、ここにねこう合わないんですよ。こういう風に。これなんでかっていうと、こののりしろで貼るとこの紐の部分をこうやってこう起こさないとのりしろが貼れないんですよね。ということは、この形でのりしろを貼ればこの紐の部分が立ち上がるっていうことは、こうやって木型があった時にこの部分、ここがより木型の形状に近くねアッパーが作れるっていうことです。そのためにこのバンプパーツを作る時にはこの基本型をくるくる回しながらね作りました。というわけでね、ちょっとライニングまだ作ってないんですけど、アッパーの型紙が終わりました。一応こんな感じでドリーム木型の靴を作ってみようと思うんですけど、特徴があるとすればここですね。後ろがシームレスになっているぐらいで、あとは本当に普通の、ストレートチップですね。こんな感じで型紙は作ってるんですけど、だいたい意外とね時間かかっちゃうんですよね。木型の底面を取るところからやって 2,3 時間はかかっちゃう
ですよね。で大体この型紙って修正がね必要なことが多いんで、仮アッパー作ってみて型紙修正してもう一回仮アッパー作って、良ければ本番入るかなという感じで、場合によってはね全然決まらない時もあって、何度も繰り返してやっと本番の靴に入れるっていう時もあるんで、そういう時はね準備に本当に時間がねかかっちゃいますね。この靴は木型は誰の足にも合わせるわけじゃないんで、その木型の準備っていうところはあんまりなくて、結構サクサク進んだんですけど、すぐには始めないかもしれないですけど、この靴は今作ってるローファーともう一個次の靴をもうそろそろ作り始めるんで、それと並行してぐらいかやっていきますね。多分全工程を動画に撮ることは多分しないかなと思いますけど、ちょこちょこ動画にしていけたらいいなと思います。すっごい綺麗なのをね一回作ってみたくて、でこれ作って自分の技術を確かめてっていうのをね繰り返していこうかなと思って、だからあえてシンプルデザインでやっています。というわけで今日はちょっとねほんと簡単でしたけど型紙を作ってみました。で結構準備の段階の画像とかを Twitter に上げてるので、よければフォローしてくれると嬉しいです。動画よりも少しね早めに情報が見れます見てください。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。